まずは生姜をすりおろしていきます。生姜焼きは生姜の漬け汁につけて焼くものです。たっぷりすりおろしてください。多くても大丈夫です。生姜汁も捨てないで使います。短時間で簡単に作れるため家庭でもよく作られます。皮を剥いた生姜を細切りにします。これはトッピング用です。一緒に焼いても美味しいと思います。日本では単に生姜焼きといえば豚の生姜焼きを意味します。ポークソテーと呼ばれる料理もありますが、異なるものです。玉ねぎを剥いて切ります。生姜焼きには欠かせない食材です。日本を訪れて生姜焼きを注文すると必ず入っていますよ。玉ねぎの量もお好みです。炒めると甘みが強いので多く入れた方が美味しいです。切ったらボウルに入れておきます。少し大きめのボウルを用意してください。漬けだれを作っていきます。みりんを 50cc 入れます。次に醤油も 50cc 入れてください。続いて日本酒も 50cc 入れます。最後におろした生姜を汁ごと入れてよくかき混ぜてください。タレができたら肉を漬け込んでおきます。豚肉は薄切りを使います。豚肉が漬けだれに馴染むようにかき混ぜます。甘い味が好きならこのタレに砂糖を入れる場合があります。砂糖が焦げやすいので焼くときに入れる方がおすすめです。最後の仕上げに砂糖を入れれば焦げずに美味しくできます。付け合わせのレタスを切ります。生姜焼きにはキャベツの千切りが定番です。今回はレタスですが千切りがいいです。野菜にタレが絡まると美味しいからです。マヨネーズと一緒に食べるのも美味しいですよ。生姜だれとマヨネーズの相性は抜群です。私も大好きです。野菜は水を切って冷やしておきましょう。早速焼いていきましょう。油をひいたフライパンが温まったら肉を並べます。薄いのできれいに並べなくてもすぐに火が通ります。漬けだれはまだ入れないでください。肉に火が通ったら玉ねぎを入れます。玉ねぎもタレを吸って美味しそうです。漬けだれは半分ぐらい入れましょう。強火にして一気に焼いていきます。この時玉ねぎにも火が通るようにします。そのまま煮る料理ではありません。何度も返して焼いていきます。タレがなくなるくらい焼いていきます。まだまだこれくらいでは不十分です。
もう少し水分がなくなるまで炒めていきましょう。これくらい煮詰まれば完成が近いです。玉ねぎもよく火が通っています。砂糖を入れるなら今のタイミングです。甘辛い生姜焼きも美味しいですよね。砂糖を入れる家庭も多いんですよ。お子さんがいる家庭は喜ばれると思います。醤油や日本酒を使うので、これも日本料理かもしれません。でも簡単なんですけどね。最後にタレを絡めていきます。ほとんどタレがなくなってきたの分かりますか？これで完成です。盛り付けていきます。レタスの千切りをたっぷりのせます。タレが染み込んで美味しいですよ。千切りがおすすめです。飴色の玉ねぎもたっぷりのせてください。残っているタレも余らせないでのせてしまいましょう。最後に生姜の千切りをトッピングします。生姜の爽やかさで食が進みます。本日の生姜焼きはいかがでしたか？最後までご視聴ありがとうございました。よろしかったらコメント、高評価、チャンネル登録、あと